現代の宇宙学において宇宙の未来に関する最も有力な理論はビッグフリーズです。宇宙の加速する拡大を説明する暗黒エネルギーの存在が現代の観測によって強く支持されているからです。未来の宇宙では次のような一連の出来事が起こると予測されています。恒星の寿命の終了。ビッグフリーズによる恒星の寿命の終了は宇宙が永遠に広がり続けるという考えに基づいています。このシナリオを簡単に説明すると、宇宙が拡大し続けることで星々が使う燃料が尽きてしまうというものです。星々は主に水素とヘリウムという軽い元素を燃料として輝いています。この燃料は星が生まれるときに宇宙のガス雲から集められます。しかし宇宙が拡大し続けると、これらのガス雲がだんだんと薄くなり、新しい星が生まれるための材料が不足するようになります。新しい星が生まれなくなると、宇宙にある既存の星々も徐々に老いていきます。星の寿命はその大きさや質量によって異なりますが、どの星も最終的には燃料を使い果たします。大きな星は爆発して超新星になり、中にはブラックホールになるものもあります。一方、小さな星はゆっくりと冷えて、最終的にはただの暗い石の塊になるでしょう。星々が消えると、宇宙はとても暗く寂しい場所になります。銀河の分離。ビッグフリーズによる銀河の分離とは、宇宙がずっと広がり続けることによって、銀河同士がどんどん離れていく現象を指します。この様子を簡単に説明すると、まるで風船の表面に描かれた点が、風船が大きくなるにつれて離れていくようなものです。宇宙が拡大するというのは、宇宙にあるすべてのものが互いに離れていくことを意味します。これは遠くの銀河が特に早く離れていくことを意味しています。地球から見ると、遠い銀河はどんどん早く遠ざかっていきます。この現象は銀河同士が互いに影響を与える機会を減少させます。例えば銀河が近くにあるときは互いの重力によって影響を受け合ったり、時には衝突して新しい星が生まれたりします。しかし銀河が遠ざかると、これらの相互作用は起こりにくくなります。ビッグフリーズが進むにつれて銀河はさらに孤立します。つまりどの銀河も周りの銀河から遠く離れてしまうため、宇宙は非常に静かで孤独な場所になります。この結果、新しい星や銀河の形成はほとんど起こらなくなるでしょう。また、遠くの銀河が見えなくなることもあります。宇宙が拡大する速度が光の速度に近づくと、遠い銀河からの光が地球に届かなくなる可能性があります。そうなると宇宙の大部分が私たちには見えなくなります。ブラックホールの消滅。ビッグフリーズにおけるブラックホールの消滅とは、宇宙が永遠に広がり続ける中で最終的にブラックホールがなくなるという現象です。この説明を簡単にすると、宇宙の大きな掃除機であるブラックホールも時間の経過とともにその力を失い消えていくということです。ブラックホールは星やガスなどを強い重力で引き込んでしまう宇宙の天体です。しかし有名な物理学者スティーブン・ホーキングによって提唱されたホーキング放射という現象により、ブラックホールはじわじわとエネルギーを失っていきます。これはブラックホールの周辺で粒子と反粒子がペアを作り、そのうちの一つがブラックホールに吸い込まれ、もう一つが外に逃れることでブラックホールがエネルギーを失うプロセスです。ビッグフリーズのシナリオでは、星がなくなり新しい星が生まれなくなると、ブラックホールが吸い込む物質も減少します。その結果、ブラックホールは徐々に小さくなり、ホーキング放射によって最終的には完全に消滅します。これは宇宙の掃除機がゴミを全部吸い取った後に自分自身もなくなるようなものです。
ブラックホールが消えるまでの時間は非常に長く、最も大きなブラックホールでさえ、数千億年から数兆年かかると予測されています。これは人間の寿命や文明の歴史と比べると想像を絶するほど長い時間です。ブラックホールがすべて消えると、宇宙にはブラックホールによる強い重力の影響がなくなります。しかし、その時、宇宙はすでに非常に冷たく、暗く、静かな場所になっているでしょう。星や銀河の光が消え、ブラックホールもなくなった宇宙は、活動の少ない静かな状態になります。熱滴子と極低温の宇宙。ビッグフリーズによる熱滴子と極低温の宇宙について説明すると、これは宇宙がどんどん拡大していく中で、最終的には全てが冷え切って静止する状態になるということです。簡単に言うと、宇宙がゆっくりとエネルギーを失っていき、最後には動くものが何もなくなる、とても寒い場所になるということです。宇宙が拡大し続けると、星々や銀河は互いに遠ざかり、新しい星が生まれることはなくなります。星々が燃料を使い果たし、消えていくと宇宙はだんだん暗くなります。また、星や銀河からの熱も失われ、宇宙は冷えていきます。熱滴子とは、宇宙が熱力学的に均衡状態になることを意味します。これは宇宙のあらゆる場所で温度がほぼ同じになり、もうエネルギーを移動させることができなくなる状態です。通常、熱は高温から低温へと移動しますが、すべてが同じ温度になれば熱の移動は起こりません。これにより宇宙は非常に低温で静かな状態になります。熱やエネルギーの動きがなくなると、新しい星の形成や他の天体活動も起こらなくなります。宇宙は広くて冷たい空間になり、中には何も動いていない非常に静かな場所になるのです。極低温の宇宙は星や銀河の光もないとても暗い場所になります。このような宇宙では新たな生命や文明が誕生することはありません。宇宙は静かにその時を過ごし、時間が経つにつれてさらに冷えていくでしょう。ビッグフリーズによる熱滴子と極低温の宇宙は宇宙の終わりについての一つの理論です。これは現在の科学的な理解に基づいていますが、宇宙学は常に進化しているので、将来新たな発見によってこの考えが変わるかもしれません。ビッグフリーズのシナリオは、暗黒エネルギーが宇宙の拡大を加速させているという現代の観測結果に基づいています。しかし、宇宙の最終的な運命はまだ完全には解明されておらず、新たな科学的発見によってこの理論は変わる可能性があります。それではまた次の動画でお会いしましょう。